皆さんこんにちは。皆さん PC デスクって何使ってますか？僕は1年ほど前に PC デスクとして広めのテーブルが欲しいなと思っていたんですけれども、いきなり高いお金を払いたくないっていうところで、IKEA のテーブルを購入しました。今回は IKEA のテーブルを PC デスクとして1年半使って感じたいい点と気になる点について話していきたいと思います。IKEA には様々なテーブルがありますし、価格が高めのゲーミングデスクも発売されてますが、安い価格帯のテーブルであれば私が使っているテーブルと同じような特徴があるかもしれないので、 IKEA のテーブルを買う前にチェックする内容として参考にしていただければと思います。では行ってみましょう。僕が使っているテーブルなんですけれども、リンモンという天板とオディリスというテーブルの足を組み合わせたものになります。サイズは横幅が120センチで奥行きは60センチというものになっていて、リンモンでは今このサイズは売ってないんですけれども、現在は代わりにラグカプテという天板だと同じサイズのものがあります。早速いいところから話していきたいと思うんですけれども、まずはサイズが豊富にあるという点です。コンパクトなサイズのテーブルだと幅が100センチで奥行きが45センチくらいのものが多くなってくると思うんですけれども、 PC デスクとして使う場合にディスプレイを置くと奥行きが足りないなって感じたり、キーボードやマウスを置いてしまうと自由に使えるスペースがほとんどなくなってしまうと思うんですね。 IKEA の比較的安い価格帯のテーブルは短いもので横幅100センチ、長いもので140センチあって、奥行きは60センチから70センチまでバリエーションがあるので、自分が PC デスクに求めるものを満たしてくれるテーブルが見つかる可能性が高いと思います。次にいい点2つ目なんですけれども、カラーバリエーションが多いことです。ネットで探していて自分が気に入ったデスクがあっても気に入ったカラーがないことってありませんか？ IKEA のテーブルに関しては天板の色も選べますし、テーブルの足の色も選べるので、自分の好みのテーブルが見つけやすいと思います。次にテーブルの軽さもメリットかなと思います。というのもテーブルを注文したはいいんですけれども、届いてから結構重くて組み立てが大変だったことってありませんか？あとは部屋の模様替えをしようと思った時もテーブルが重くて一人ではなかなか動かせなくて、引きずりながら移動させたことがある方もいらっしゃると思います。リンモンやオディリスといった比較的安価な天板であったり足であれば、テーブルの中では比較的軽い方だと思うので、組み立てが大変だったり移動させるのが大変というところが比較的ないのが魅力点かなと思ってます。もちろん誰でも軽々とテーブルを移動できるという重さではないんですけれども、一般的なテーブルの中では軽めの方だと思います。次のいい点についてですが、何といっても価格の安さです。僕が使っているものは送料を含めて1万円ほどでした。かつもし IKEA に車で行けるのであれば送料もかからないので、もっと価格を抑えることができると思います。立派なテーブルじゃなくてもいいんだけれども最低限使えるものが欲しい、そういった方に対してはこの価格はすごく魅力なんじゃないかと思います。続いては気になる点について話していきたいと思います。まずは天板についてです。モデルによると思うんですけれども、私が使っているリンモンの天板に関しては中がある程度空洞になっていると思います。で、中が空洞になっていると何が起こるかというと、物を天板に置いた時に音が響きやすかったりとか、キーボードを叩いた時は割と音が響きやすいなと個人的には思います。完全に余談にはなりますが、以前私が住んでた家は壁がおそらく薄くて、 IKEA のデスクの上でキーボードを叩いていると音が響くからか隣の家の人から壁ドンされてましたね。で、キーボードの下にタオルとかを引いたんですが、ダメでした。キーボードを叩いてて壁ドンされる方っておそらくいないと思うんですけれども、いずれにせよそういった音に気をつけなければいけない環境にいらっしゃる方に関しては、もしかしたら IKEA のテーブルは避けた方がいいかもしれないです。あとはですね、1年半ぐらい使って天板が少し劣化してきました。ただ本当に若干なので、この程度の劣化であれば気にならないレベルかなと思います。1年半で天板が少しずつ劣化してきてしまうのは、やはり価格は価格というところもあって、仕方がないところなのかなとは思います。気になる点、続いてはテーブルのガタつきについてです。IKEA のテーブルは比較的軽いというメリットがある一方で、剛性に対してはあまり期待してはいけないと思います。画面で伝わるかはわからないんですけれども、軽く揺らすとこのくらい揺れますね。テーブルの足にはアジャスターがついているので、これを使えば地面にフィットする形で設置ができますし、普通に使っている分にはそんなに揺れないので、おそらく多くの方は気にならないと思います。ただ貧乏ゆすりをすると揺れは気になってしまうかなというふうに思いますね。今回は IKEA のテーブルのいい点と気になる点を話してきました。IKEA のテーブルは PC デスクとして買いなのか、それとも候補の一つに入るのか、それとも慎重に検討しなければならないのか、
っていうと候補の一つに入ると思います。気になる点で話した内容についてはおそらくほとんどの方は気にならないと思いますし、気になる点よりもいい点が上回るテーブルです。 PC デスクが欲しいけど高いものは避けたい、そんなコスパを求める方に対してはすごくマッチする商品だと思います。今回の動画は以上となります。この動画が少しでも良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。